ちょっと仕入れに行ってくるから店番頼める？かすかに聞こえてきた母の声に、私は適当に返事をしたまま、再び深い眠りに落ちていった。どれくらい寝ていただろう。目が覚めたとき、何かがおかしいことに気づいた。私はうつ伏せのままベッドに寝かされ、手首は何か柔らかくゴムのようなもので固定されている。しかも、このベッド自体が奇妙な形に折りたたまれ、私の身体のラインに密着している。はっきりと感じられた。臀部が高く持ち上げられ、足は大きく開かれたままだった。見なくとも、それはとても恥ずかしい姿勢に違いない。目の前の空間は薄暗く、まるで頭の近くにカーテンがかけられているかのようだった。何が起こっているの？動揺が走る。必死で手首の束縛を振りほどこうとするが、全く動かない。やっと理解した。私の家はアダルトショップを経営していて、これは最近仕入れたばかりのプレジャーベッドだ。このベッドには特殊な機構があり、一度作動すれば外部からの設定でしかロックを解除できないのだ。さっきは疲れ果てていたから、倉庫の適当なベッドに倒れ込んだとき、それが最新型のプレジャーベッドだということにさえ気づかなかった。私は普段うつ伏せで寝る癖があり、寝相も悪い。だから、うたた寝の間に誤って機構を作動させてしまったのだ。そして今、このシングルベッドは私の手を固定している。腰から下でベッドは2つに分かれ、下腹部と腰を持ち上げ、私の臀部を高く突き出した状態だ。まるであのための姿勢のようだ。どうしよう？2度3度叫んでみたが、返事はなかった。その時、やっと思い出した。眠りに落ちる前に、母が仕入れに出かけるから店番を頼むと言っていたのを。やあ、アリソン。ちょうどその時、ドアの方から常連客のパーマーさんの声が聞こえてきた。しかも、近づいてきている。しまった。確かに母は、後でパーマーさんが請求書の支払いに来ると言っていた。焦りがこみ上げる。必死でもがくが、その束縛は見た目は柔らかそうでも、どうにもほどけない。誰もいないのか？今日支払いに来ると言ったはずだが、パーマーさんの声はどんどん近づき、もう数歩先まで来ているように聞こえる。この恥ずかしい姿勢で固まっている私の顔は真っ赤に染まっていた。動揺のあまり、完全に凍りつき、息を潜めることすらできなかった。これは新しく入った人形か？パーマーさんの言葉に、私の心臓は喉元まで飛び出しそうになった。次の瞬間、暖かく乾いた一組の手が私の太ももに触れた。そしてそれはゆっくりと上へと滑り、私のホットパンツの中へと入っていった。蒸し暑い天気で家で寝るときは当然軽装だ。だから私のホットパンツは臀部をかろうじて覆う程度の短さだった。なかなか触り心地がいい。リアルで暖かいみたいだな。パーマーさんは私を撫でながら言った。その奇妙な感覚に私は歯を食いしばり、声を出すのを恐れた。もし人形と間違えられている私が誰かに見つかったらおしまいだ。しかし、さらに恐ろしいことに、私はその手が私のホットパンツのウエストバンドを引っ張り始めるのを感じた。第2章。ホットパンツは当然とても短く、寝る時の快適さのために、ウエストのボタンさえ止めていなかった。実際、軽く引っ張るだけで簡単に脱げてしまう状態だった。ここまでリアルとは思わなかった。この新入りの人形たちは本当にすごいな。パーマーさんは興奮したように言った。彼は私の背後からすぐそばに寄り添っているようで、彼が話す時の吐息の温かさをはっきりと感じることができた。動揺と怒りで心臓が高鳴るが、それでも微動だにしない。見つかった後の恥ずかしさを考えると、それが恐ろしかった。どうしよう？一体どうすればいいの？パーマーさんはすでに私のホットパンツを下ろし、その下には薄手の下着だけが残されていた。
下着までついてるのか？それもレースの縁取りがついている。パーマーさんの声はますます興奮を帯びていた。彼は私の臀部を撫で続け、その手の温かさに私の胸は激しく鼓動した。突然、温かく湿り気のある柔らかい何かが私の太ももに押し付けられるのを感じた。パーマーさんの唇？その瞬間、まるで稲妻が頭を走り抜けるようだった。その可能性に気づき、羞恥心と動揺でいっぱいになった。しかしなぜか、かすかにゾクゾクするようなスリリングな興奮も感じていた。理性は声を張り上げて、今すぐパーマーさんを止めろと叫んでいた。しかし、内なるもう一つの声は、絶対にそうしてはいけないと囁いていた。パーマーさんは私を人形と勘違いしているに違いない。もし今気づかれたら、どれほど恥ずかしいことか？もう彼と顔を合わせることなどできない。私たちは隣人で、ほぼ毎日顔を合わせるのだ。こんなことになってしまうなんて、本当にいけなかった。パーマーさんは隣の骨董品店を経営し、いつも学者のような風格を漂わせていた。それに、彼は優しく落ち着きがあり、ハンサムな年上の紳士だった。だから、倉庫の人形にまで何かするはずがないよね。私は、見つからなければそれでいい、と心の中で祈った。じっとしていれば、もう少しだけ我慢できる。この太もも、とても滑らかだな。どこから仕入れたんだろう？後でアリソンに聞いてみよう。私も一つ買いたいな。興奮しすぎたのか、パーマーさんの温かい吐息が私の膝の裏をかすめ、全身に鳥肌が立つのを感じた。次の瞬間、突然、温かい一組の手が私の最も秘めた部分を包み込んだ。その突然の感覚に、私は思わず身震いした。衝撃が去った後、冷たい恐怖の波が押し寄せた。まずい。パーマーさんは気づいてしまったのか？おや？この人形、反応して震えるのか？わあ、本当に生きているみたいで、ハイテクだな。パーマーさんは特に興奮しているようで、素早く私の下着を下ろしてしまった。私は絶望的に目を閉じた。まさか、この私が男の前に半裸で横たわることになろうとは。巨大な羞恥心の波が私を襲った。しかし、それが大きくなるほど声を出すことなどできなかった。もしさっきまでまだ挽回の余地があったなら、今は本当に何も残っていない。ただ心の中で、パーマーさんが早く帰ってくれますように。そしてこれ以上過激なことはしませんように、と祈るしかなかった。パーマーさんは私の最も秘めた部分に極めて近づいていた。彼の吐く息の温かさをはっきりと感じ、それが私の身体を思わず震わせた。恥ずかしさの他に、秘密のスリルも感じていた。それに気づくことが、さらに私の動揺を増した。なんでこんな気持ちになるんだろう？パーマーさんは息を飲み、声を上げた。なぜここの感じがルビーのと似ているんだろう？その一言が私の脳を雷に打たれたように直撃し、思考を一瞬で凍りつかせた。頭の中は真っ白になり、全身が石のように硬直した。パーマーさんはどういうつもりで言ったんだろう？私だと気づいたのか？それに、どうやって私の底を知っているの？一体何が起こっているの？一体全体どうなっているんだ？その後すぐ、私はあの温かい手が絶え間なく私の臀部を撫で、時折つま先で最も敏感な部分を優しくなぞるのを感じた。私はもう大人の女性だ。もちろん時には自分の欲求もある。しかし、パーマーさんの少し荒く、軽いタコのある手は、私自身の触り心地とは全く違った。私は下唇を強く噛みしめ、体の内から湧き上がる興奮の波を必死に無視しようとした。なんでこうなってしまうの？どうして今日はいつもよりずっと敏感に反応してしまうんだろう？
パーマーさんの息遣いは次第に荒くなり、暖かい吐息が絶え間なく私の肌を撫でる。湿り気と熱を帯びた何かがゆっくりと滑る感覚。そして彼の手が繰り返し揉みほぐすのをはっきりと感じ取れた。助けて。誰か助けて。私の心は声なき叫びを上げていた。まるで心が二つに引き裂かれているようだった。一方の私は静かにしているよう叫び、その瞬間の快楽に身を任せようとしていた。そして彼の手が離れるのを感じ、かすかなガサガサという音が聞こえた。私の心臓は再び喉元まで飛び出しそうになった。しばらくして何か固く熱いものが私の最もデリケートな部分にしっかりと押し付けられるのを感じた。